ゆっくり解説、まだまだいるぞ。昭和のいぶし銀シリーズ第5弾、視聴者の声でよみがえる名優たち。皆さん、こんにちは。ゆっくり解説のレイムです。ゆっくりマリサだぜ。いぶし銀シリーズ、いつも熱いコメント本当にありがとうな。まだまだ紹介しきれていない名優がいるぞ、という、皆さんの熱いコメントに後押しされて、ついに第5弾をお届けするわ。待たせたな。あの人はまだか？この人を忘れるな。っていう熱いリクエスト、胸にしっかり刻んでるぜ。というわけで今回は、皆さんの期待に応えるべく、昭和の映画やドラマに魂を吹き込んだ、まさに職人中の職人たちを厳選して紹介していくわよ。主役の後ろで、その存在感と表情一つで物語を支配した、知られざるいぶし銀の真髄に迫るぜ。あなたの記憶に刻まれた、あの顔はランクインしているかしら？さあ、今回も最後まで、その深みと奥ゆかしさをじっくりと味わっていってくれよな。第10位、名古屋明。来たわね、この方。本当に色々な役を演じていたわ。優しい先生の時もあれば、厳しい隊長の時もあって、まさに変幻自在よね。スクールウォーズで演じた、あの温厚で生徒思いの校長先生役は忘れられないわ。昭和の映像界に欠かせなかった、最高の万能選手だぜ。第10位は、その温かみのある声と確かな演技力で日本中を魅了した、名古屋明さんだ。でも、やっぱり印象的なのは、あの独特の渋くて優しい声よね。その声こそが彼の真骨頂だからな。彼のいぶし銀としての凄みは、善人から悪役までこなす演技の幅広さ、そして俳優業と並行して、声優ナレーターとしても超一流の実績を残した、その唯一無二のマルチな才能にあるんだぜ。声のお仕事も、本当にすごかったものね。だが驚くなよ。もともと、ラジオドラマの世界ではその美声を武器に、二枚目役で人気を博したんだ。あの名古屋さんが、もともとは二枚目スター。そうだ。そしてその声で、特撮史に大きな足跡を残したんだ。帰ってきたウルトラマンでは、あの有名なナレーションを担当し、そして、ウルトラマン太郎では、ザットの頼れる朝比奈隊長を演じたんだぜ。子供の頃、胸を熱くしたあの声と、あの頼もしい隊長が同じ方だったなんて。それだけじゃない。ひょっこりひょうたん島の二代目ドンガバチョ、トイストーリーのミスターポテトヘッド、そして遺作となった、ピタゴラスイッチの百科おじさんまで、その声は世代を超えて愛され続けたんだ。本当に、私たちのすぐそばに、いつも名古屋さんの声があったのね。その通りだぜ。俳優としても声優としても、生涯現役で一流の仕事を貫き通した本物の職人。これぞ、いぶし銀の生き様なんだ。第9位、小松法うわ、この方が出てくると、一気に画面が緊張するわ。一度見たら絶対に忘れられない、強烈な顔よね。昭和の映像界が生んだ、唯一無二の俳優だぜ。第9位は、そのいかつい風貌とドスの効いた声で見る者を圧倒した、小松法生さんだ。大島渚監督の映画には、本当によく出ていたわよね。公死刑や少年での、悪の強い悪役を演じさせたら、右に出る者はいないんじゃないかしら。まさにその通りだ。彼の、いぶし銀としての凄みはな、スクリーンに刻みつけた見る者を震え上がらせるような圧倒的な悪の存在感と、その怖いイメージとは真逆の、驚くべき経歴との凄まじいギャップにあるんだぜ。驚くべき経歴？一体どんな？なんとこの人、俳優になる前は、国家公務員の花形、あの大蔵省の職員だったんだ。あの小松さんが、元お役人様、あのドスの効いた声で、お役所仕事。信じられないわ。周りが東大卒だらけの環境で将来を考え、演劇の道に飛び込んだって言うんだから、その覚悟が違うよな。しかも、あの子はモテとドスの効いた声からは想像もつかないが、ゲバゲバ90分みたいなバラエティ番組にも出てたんだぜ。もうギャップがありすぎて、頭が混乱してきたわ。本当に振り幅がすごい役者さんね。だがな、この人の本当の凄みは、その声にもあるんだ。実は超一流の声優でもあったんだぜ。声優？
アラビアのロレンスの名優アンソニー・クイーンの吹き替えや、ポパイの恋敵ブルーと、そしてドランクモンキー水拳でジャッキー・チェンを鍛えた、あの赤鼻の師匠、ソカコの声も、この人だったんだ。あの師匠の声が、知らなかったわ。俳優としても声優としても、超一流だったのね。そういうことだ。その強烈な個性で、善も悪も、そして声の世界まで支配した本物の怪優。これぞ、いぶし銀の真骨頂なんだぜ。第8位、折本純吉。この方が画面にいると、なんだかホッとするのよね。まるで昔から知り合いだったかのように、本当にそこに住んでいる人、っていう感じがして、物語にぐっと引き込まれるわ。ああ、昭和の映像界における良心そのものだな。第8位は、その実直な存在感で数々の名作を支えた、折本純吉さんだ。叩き上げの刑事さんとか、頑固な職人さんとか、本当にそのものにしか見えなかったわよね。その通りだぜ。彼のいぶし銀としての凄みはな、どんな役でも演技を超えてその人自身にしてしまう圧倒的なリアリティと、92歳で亡くなる直前まで現場に立ち続けた、まさに生涯現役の役者魂にあるんだ。台本は現場に持ち込まないというのが、役者としての心情だったんですってね。プロ意識がすごいわ。だがな、ただの職人肌の役者じゃないぜ。実は、あの西村光たちと劇団青灰を立ち上げた、創設メンバーの一人なんだ。劇団の創設メンバーだったの。戦後の演劇界をリードした、すごい方だったのね。そういうことだ。そして、あの深作金次監督に最も愛された俳優でもあったんだ。仁義なき戦いシリーズの、こわもてだけど人間味のある親分役は最高だったな。朝ドラの身を尽くしで演じた、優しいお父さん役も忘れられないわ。深作監督の SF 映画宇宙からのメッセージでは、急な代役で呼ばれて、移動中の新幹線の中で必死にセリフを覚えたって言うんだから、そのプロ根性は半端じゃないぜ。このエピソードからも、彼の役者としての覚悟が伝わってくるよな。どんな役でも、その方の人生の深みが滲み出ていたのね。だから、見ている私たちも感情移入せずにはいられなかったんだわ。そうだぜ、スクリーンに本物の人生を刻み込み続けた、偉大なる役者なんだ。これぞ、生活者のいぶし銀の真骨頂だな。第7位、藤岡重慶。来たわ。この方のしゃがれた声とこわもての顔は、一度見たら忘れられないわよ。悪役として出てくると、本当に怖かったもの。ああ、昭和の悪役史にその名を刻んだ、本物の凄みを持った男だぜ。第7位は、その声と顔で日本中を震え上がらせた、藤岡重慶さんだ。ドラマ、どてらいやつで、主人公をいじめ抜く坂田軍曹役は、子供心に本当に憎らしかったわ。あの冷徹な眼差しと声は、忘れられない恐怖だったわね。まさにハマり役だったからな。彼のいぶし銀としての凄みは、誰もが納得する圧倒的な悪役の存在感。そして、俳優業と並行して、声優として不朽の伝説を打ち立てた。その、光と影の二つの偉大な顔を持つことにあるんだぜ。二つの顔？どういうこと？その前に驚けよ。実はこの人、弁護士を目指して、あの早稲田大学の法学部に進学したインテリだったんだ。あの藤岡さんが、もともとは法学部志望の秀才だったの。信じられないギャップだわ。だろ？ちなみに俳優座の同期は、田中邦衛や露口茂だ。そんな彼が、俳優として悪役の道を極める一方で、声優として、日本中の誰もが知る、あの国民的キャラクターに命を吹き込んだんだ。もしかして、そうだ、アニメ、明日のジョーの、あの丹下段平の声だよ。だって、立つんだジョー、というあの魂を揺さぶる名台詞は、まさにこの人の魂の叫びだったんだ。日本中の少年たちの心に、どれだけの勇気を植え付けたことか。あの丹下段平が、藤岡さんだったなんて。知らなかったわ。まさか、あの子はモテの悪役が、心優しきセコンドだったなんて、鳥肌が立ったわよ。悪役としては憎まれ、声優としては愛される。この極端なまでの振り幅こそが彼の凄みだ。
晩年はバラエティ番組で見せるお茶目な姿も人気だったな。こわ表の裏に、知性と優しさを隠し持っていたのね。その通りだぜ。俳優として、声優として、二つの道で頂点を極めた本物の表現者。これぞ、いぶし銀なんだ。第6位、蘇我谷名鳥。この方が登場すると、一気に関西の物語って感じがするわよね。とぼけた顔で、何を考えているのかわからないところがまた魅力だわ。ああ、まさに髪型の顔だな。第6位は、喜劇界の重鎮にして、映画ドラマに欠かせなかった名優、蘇我谷名鳥さんだ。山崎豊子さん原作のドラマには、本当によく出ていたわよね。特に、白い巨頭で演じた、主人公の義理の父親財前また一役は強烈だったわ。そうだな。彼の、いぶし銀としての凄みは、喜劇で培われた、人間の欲深さを巧みに表現する演技力。そして、そのとぼけた表情の裏に隠された、とんでもない経歴にあるんだぜ。喜劇で人の心の機微を熟知していたからこそ、人間が持つドロドロした感情を表現できたのかもしれないな。とんでもない経歴？なんとこの人、もともとは俳優じゃなくて、台本作家を目指して劇団に入ったんだ。俳優になるつもりはなかったの？どうして俳優になったの？俳優が急に辞めて、その代役で舞台に立ったのがきっかけだ。しかもな、戦後はあの藤山寛美たちと松竹新喜劇を立ち上げた、創設メンバーの一人なんだぜ。松竹新喜劇は、関西の庶民の喜怒哀楽を描き、戦後の日本に笑いと希望を与え続けた、偉大な劇団だからな。松竹新喜劇の創設メンバー。上方の喜劇界のレジェンドじゃない。だろ？さらに驚くのが、キャリアの最初は、二枚目俳優として活躍してたんだ。嘘？あの名鳥さんが二枚目。もう、何がなんだかわからないわ。ギャップがすごすぎるわね。白い巨頭で主演した田宮二郎が亡くなった時には、葬儀委員長も務めた。役の上だけでなく、深い絆で結ばれた仲間を思う、本当に情の熱い人だったんだ。喜劇の裏に、そんなすごい歴史と、熱い人情があったのね。その通りだ。上方の魂を、日本中のお茶の間に届け続けた、偉大なる喜劇人。これぞ、いぶし銀なんだぜ。第5位、大阪四郎。この方の笑顔を見ると、なんだかこちらまで温かい気持ちになるのよね。昭和の理想のお父さんといえば、この方じゃないかしら。ああ、日本のお茶の間に、計り知れないほどの安心感を与えてくれた名優だぜ。第5位は、その人の良さが滲み出る笑顔が魅力の、大阪四郎さんだ。森重久彌さん主演の七人の孫や、石立哲夫さん主演の雑居時代とか、本当にたくさんのホームドラマで私たちを和ませてくれたわ。彼の笑顔を見ていると、自然と安心できたものね。そうだな。彼の、いぶし銀としての凄みは、誰もがこんなお父さんが欲しかったと思うような温かい役柄を確立したこと。そして、そのイメージとは全く違う、驚くべき経歴にあるんだぜ。このギャップが、彼の魅力を一層引き立てているんだ。驚くべき経歴？こんなに優しそうなのに？なんとこの人、もともとは松竹の主演も務める、銀幕の二枚目スターだったんだ。あの大阪さんが、二枚目スター。全く想像がつかないわ。だろ？しかもな、戦後間もない頃、映画、20歳の青春で、日本映画史上初と言われるキスシーンを演じたんだぜ。日本初のキスシーン。すごい。そんな歴史的な場面を。ああ。だが、ただのキスじゃない。なんと、一枚のガーゼを挟んだガーゼ越しのキスだったんだ。ガーゼ越し。今じゃ考えられないけど、それでも、当時はものすごい大事件で、大変な話題になったんですってね。そういうことだ。その後、日活に移籍してからは、石原裕次郎たちの台頭もあって、脇役へと転身。主役の光をより際立たせる、どんな役でもこなす名バイプレイヤーとして、不動の地位を築いたのさ。世界の小津安二郎監督の東京物語にも出ていたし、大岡越前の同心源さん役も長年愛されていたわよね。スターから名脇役へ、その全てを知り尽くした上で、彼は日本のお茶の間に温かさを届け続けた。その優しい笑顔の裏には、
役者としてのすごい覚悟と歴史があったのね。その通りだ。日本中を温かい気持ちで包み込んだ、本物のいぶし銀なんだぜ。第4位、藤原鎌足。この方がいると、どんなに重い話でも、どこか人間味があってほっとしちゃうのよね。コミカルで、愛嬌があって、本当に素敵な役者さんだわ。ああ、だがな、その、ほっとするおじいちゃんこそが、世界の黒沢に最も愛された男なんだぜ。第4位は、日本が世界に誇る名脇役、藤原鎌足さんだ。黒沢監督は彼の人間味あふれる自然な演技を高く評価していたんだ。黒澤明監督の映画には、本当によく出ていたわよね。7人の侍で、娘を心配するあまり断層させる。あの百姓のお父さん役は忘れられないわ。どんなに辛い状況でも、どこか滑稽で愛すべき存在だったものね。そうだな。彼のいぶし銀としての凄みは、世界の黒沢作品に計12本も出演し、その世界観の根幹を支えた圧倒的な貢献度。そして、その演技があのハリウッドにまで影響を与えた、というとんでもない伝説にあるんだぜ。世界の映画史にまで名を刻んだ、まさに奇跡のいぶし銀だな。ハリウッドにまで、どういうことなの？その前に驚けよ。鎌足さん、もともとは浅草オペラの俳優を目指してたんだ。オペラ。全くイメージが違うわ。芸名の由来もユニークなんですってね。ああ、脚本家の佐藤八郎に歴史上の忠臣藤原の鎌足のように、主役を支える名脇役になれと名付けられたんだ。ちなみに、かつての奥さんは女優の沢村貞子さんだぜ。すごい話ばかり。それで、さっき言ってたハリウッドの伝説って？映画、隠し砦の三悪人で、千秋実さんと演じた農民コンビ、太平と又七がいるだろ？あの二人のデコボココンビこそが、ジョージ・ルーカスが参考にした、スター・ウォーズの C3PO と R2D2 のモデルなんだ。日本のいぶし銀が、海を越えて世界の SF 大作に影響を与えたなんて、本当に胸熱だろ。あの世界的な名コンビの元祖が、鎌足さんたちだったの。そういうことだ。さらに、実写版、サザエさんでは初代波平さんを演じ、セーラー服と機関銃にも出演。世代を超えて愛されたんだ。世界の巨匠に愛され、国民的キャラクターにもなり、ハリウッドにまで影響を与えたなんて、本当にすごい方だったのね。その通りだぜ。日本が世界に誇る、最高のいぶし銀なんだ。第3位、小沢平太郎。来たわね。この方が出てくると、一筋縄ではいかない、とんでもない黒幕だっていう空気になるのよ。笑顔が逆に怖いのよね。ああ、昭和が生んだ、最も知的な怪物だな。第3位は、その冷徹な眼差しで全てを支配した、小沢栄太郎さんだ。大学教授や、政財界の大物役が本当に似合ったわよね。白い巨頭の鵜飼教授の、あの権力欲にまみれた肉々しい演技は忘れられないわ。所詮、人間は権力と名誉に弱い生き物だと、まるで彼が語りかけているようだったわ。まさにハマり役だったな。彼のいぶし銀としての凄みは、知性と権力で主人公を追い詰めるインテリ悪役というジャンルを、完璧に確立したこと。そして、新劇界の歴史そのものと言える、その偉大な足跡にあるんだぜ。悪役さえも芸術に昇華させた、唯一無二の存在だな。新劇界の歴史？ああ、彼は、あの千田是也や東野栄二郎たちと共に、戦後日本の演劇界を牽引した劇団俳優座を立ち上げた、創設メンバーの一人なんだ。俳優座の創設メンバー、日本の演劇界のレジェンドじゃない。そうだ。だが驚くなよ。若い頃はプロレタリア演劇運動に参加して、逮捕された経験まであるんだぜ。思想のために戦った過去が、だからこそ、彼の演じる権力者には、ただ憎いだけじゃない、人間の傲慢さ、そして避けられない悲劇性といった、業の深みみたいなものが感じられたのね。そういうことだ。溝口健二や成瀬幹雄といった巨匠たちにも愛され、数々の名作に出演した。市川崑監督の犬神家の一族で演じた、あの古舘弁護士役も印象的だったな。近現実直なイメージだけど、
私生活では演出家としても有名だったんですってね。そのギャップもまた魅力だよな。悪役を演じても、決して品格を失わない。冷徹な眼差しの奥に、深い知性を感じさせる。その知性こそが、彼の最大の武器だった。悪役という存在を、芸術の域まで高めた方なのね。その通りだ。日本が世界に誇る、最も知的な怪物。これぞ、いぶし銀の極致なんだぜ。第2、三島正夫。この方がいるだけで、画面がぐっと引き締まるのよね。温厚な父親から、ずる賢い悪役まで、どんな役でもこなしてしまう。まさに怪優という言葉がぴったりだわ。ああ、戦前から戦後にかけて、日本映画の根幹を支え続けた巨星だな。第2位は、その圧倒的な存在感で見る者を魅了した、三島正夫さんだ。小津安二郎監督の晩春、小林正樹監督の切腹、本当に数えきれないほどの巨匠たちの名作に出演していたわよね。そうだぜ。彼のいぶし銀としての凄みは、日本映画の黄金期を支えた圧倒的な功績と、その壮絶な役者人生そのものにあるんだ。壮絶な役者人生？ああ、彼は築地小劇場に始まり、戦後は俳優座の中心俳優として活躍した、日本の新劇史の生き字引のような存在だ。だが、その裏で、若い頃は左翼思想の劇団にいたため、思想弾圧で何度も検挙と動かされたんだぜ。そんな過酷な時代を、幾度もの苦難を乗り越えてきた経験が、だからこそ、彼の演技には、人間の光も闇も全て知っているような、とてつもない深みがあったのね。まさに人生そのものを演じていたんだわ。そういうことだ。だが、面白い話もあってな。テレビで放送された、ヒッチコックサスペンスで、ヒッチコック監督自身の吹き替えをやってたんだ。この意外な一面も、彼の役者としての懐の深さを物語っているよな。まあ、どうしてまた？なんでも、顔がヒッチコック監督にそっくりだったから。って言うんだから面白いよな。ふふ、そんなユニークな一面もあったのね。青い山脈の先生役も、豚と軍艦のヤクザの親分役も、同じ人とは思えないくらいだったわ。どんな役でも魂を宿す、本物の役者だった。その重厚な存在感は、まさに、いぶし銀の頂点に立つ名優なんだぜ。第1位、中条静雄。いよいよ、第5弾の第1位ね。この方が演じる上司や父親がいるだけで、どれだけの安心感があったことか。厳しさの中に、誰よりも深い優しさがある。昭和の理想の父親そして理想の上司といえば、もうこの方しかいないわ。まさに一家の大黒柱のような存在感だったわね。ああ、みんなの待ってました。という声が聞こえてくるようだぜ。第5弾、栄えある第1位は、その誠実な眼差しで日本のお茶の間を支え続けた、最高の大黒柱、中条静雄さんだ。雲の絨毯の頑固な父親役、そして危ないデカの近藤課長。本当に、私たちの心に深く刻まれているわ。そうだな。彼のいぶし銀としての凄みは、長い長い下積みを経て掴み取った、唯一無二の信頼感。そして、役者という仕事への、誰よりも深く、そして静かな愛情にあるんだぜ。もともとは、神戸製鋼のセールスマンだったんですってね。一攫千金を夢見て、大英の大部屋俳優からスタートしたなんて、まさに叩き上げだわ。ああ、ザガードマンで人気が出るまで、本当に長い道のりだったんだ。だが、彼が本当にすごいのは、人気が出ても決しておごらず、常に謙虚だったことだ。倉本壮さんの6話のカモメというドラマを僕の代表作。この作品で俳優にしてもらったと、生涯大切に語っていたんだぜ。そんな、どこまでも誠実な方だったのね。だろ？だがな、そんな真面目な中条さんが、役者人生の最後に、とんでもない化学反応を起こしたんだ。もともとアドリブ嫌いで有名だったんだが、危ないデカで、舘ひろしと柴田恭平という二人の自由すぎるアドリブに応戦。大バカ者と怒鳴りながらも、部下を愛するコミカルな狸課長としての魅力を開花させたんだ。近藤課長は、彼の新たな挑戦の証だったのさ。だからこそ、
今もシリーズの中で語り継がれるほど、みんなに愛されているのね。ああ。そして、役者中条静雄の人生を語る上で、絶対に忘れられない話がある。なーに？彼が亡くなった時、本人の希望で、棺には2冊の台本が収められたんだ。彼が最も愛したという、ドラマ、夢千代日記と花遍路の台本がな。まるで役者として生き、役者として人生を全うした証のようじゃないか。まあ、役というものが、どれほど彼にとって大切なものだったか。このエピソードが全てを物語っているわね。自分の命よりも、作品と役を大切にされていたのね。聞いてるだけで、涙が出てきそうだわ。そうだぜ。その通りだぜ。その誠実な人柄と、役への深い愛で、日本中のお茶の間に安心感と感動を与え続けた。昭和最高の父親であり、我らが理想の上司。彼こそ、この、いぶし銀シリーズの頂点に立つにふさわしい、最高の役者なんだ。その名は、中条静雄。総評またはまとめ。いやー、今回も本当に渋くて、心に染みる役者さんばかりだったわね。彼らの人生と演技に、改めて感動したわ。ああ、彼らがいたからこそ、昭和の映画やドラマは、ただの娯楽じゃなく、俺たちの人生の一部になったんだ。彼らこそ、日本映画ドラマ史の影の功労者たちだよな。主役を支え、時には諭し、時には厳しく立ちはだかった。彼らの存在が、物語に圧倒的な深みとリアリティを与えてくれたのね。その通りだぜ。そして、この最高の企画が実現できたのも、ひとえにみんなの熱いコメントのおかげだ。本当にありがとうな。男優編もついに第5弾。次は、いよいよあのシリーズの続きを、という皆さんの熱い声が、もう聞こえてきそうだわ。今回の動画も、魂が震えた、と感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくな。そして、引き続き、皆さんの熱いコメントで、いぶし銀シリーズを盛り上げてくれよな。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。バイバイなんだぜ。